皆さん、こんにちは。今回の動画は、スペイン領のカナリア諸島のランサローテ島を訪れた時の動画です。ランサローテ島はモロッコの南に位置し、北緯29度にあります。日本では奄美大島がほぼ同じくらいの緯度です。カナリア諸島は7つの島からなります。ヨーロッパ各地から多くの人が休暇を過ごす大人気のリゾートアイランドです。ランサローテ島南部にはリゾートエリアが点在し、約28キロにわたって歩行者道、自転車道が整備されています。内陸部には降水量が少ないにもかかわらず、ブドウ畑があり、ワイナリーも多くあります。そして火山が噴火してできた島なので火山もあります。今回のランサローテ島3回目の動画は、ブドウ畑とワイナリー、サボテン公園と見晴らしが絶景な北部の展望台、庭が素敵な2軒目の宿泊先と2つの小さな村の様子です。動画が長いのでスキップできるようにしています。概要欄にまとめた項目ごとの時間をタップするとスキップできますので、必要な方はぜひご利用ください。ちなみにランサローテ1回目の動画はアレシーフェの街の様子と東部のリゾートエリアへサイクリングをした様子で、ランサローテ島2回目の動画は西部の10カ所のリゾートエリアと私たちが13泊した宿泊先の様子を案内しています。こちらの動画も合わせてご覧いただけると嬉しいです。それでは今回の動画、ぶどう畑からご覧ください。ランサローテ島の建物の外壁は白で塗られています。だから統一感があってとっても綺麗なんです。内陸部になると山が近くに感じます。はい、着きました。多くの観光客が訪れているようです。本日のワインツアーはすでに始まっていたようで、係の人が20人くらいの観光客にブドウ畑を案内していました。ワインの販売はそのワインツアーが終わってからだそうなので、正面の山に登って時間を潰すことにしました。この島のブドウ畑はユニークなんです。穴を掘って植えてあり、半円の石垣で囲われています。穴を掘ってあるのは畑を覆う火山灰に有機物が少なくて栄養分が豊富な土壌に根を届けるためです。石垣で囲ってあるのは春と夏に吹きつける貿易風が葉を焼いてしまわないようにするためです。山の中腹からの眺めです。畑を覆う火山灰はわずかしか降らない雨をスポンジのように吸い込んで保水するそうです。また水はけが良くなって根を張る上層土に水分が行き渡り、太陽に当たって蒸発するのを防ぐのだそうです。夫は頂上まで登ると言ってしまいました。夫が撮影した山頂からの眺めです。ワインが販売される時間になりました。後日このワイナリーのホームページを見て知ったのですが、ワインツーリズムが行われていて、
ワイナリーの歴史やブドウの栽培方法のオリエンテーションと、手作りのチョコレートとともにいくつかのワインを試飲できるそうです。予約はホームページからできるようなので、概要欄にリンクを準備しましたので、この島の旅行を計画されている方はぜひご覧ください。このワイナリーでは20種類以上のワインを製造しているそうです。私たちも白ワインを1本買ってみました。味はちょっとさっぱりしすぎかな。ですが、この島ならではの方法で栽培されたブドウのワインですから貴重な経験です。ワイナリーからサボテン公園へ向かいます。風力発電もありましたよ。見慣れた景色と全く違うのでとっても新鮮です。こんな山崩れがあれば日本だったら通行止めにすると思うんですけどね。鉄製の大きなサボテンが目印。入場料は大人は8ユーロ50セントです。子供は4ユーロ25セントで6歳までは無料です。5大陸から集められた約5000種4500株のサボテンがあります。Wow, so groß, that one. こんなに大きいんですよ。サボテンを見ていると不思議な感じがしてきました。まるで海の中の生物に見えてきたんです。これイソギンチャクに見えませんか？Looking like aliens. エイリアンね。鮮やかなピンクのちっちゃい花がかわいい。このサボテンね、ドイツ語では Schwiegermutterstuhl. 姑の椅子という意味です。皮肉たっぷりでびっくりです。サボテン公園を後にして2軒目の宿泊先です。行政庁があるアレシーフェから車で約35分です。朝食はいつもこんな感じです。この宿泊先はお庭がとっても綺麗なんですよ。ブーゲンビリアがとっても綺麗です。女性のオーナーがお隣に住んでいます。魚の頭は煮付けにして私が食べます。夫は魚の頭を食べるのに抵抗があるようでした。この日は私はお肉を食べましたよ。Lecker. Ja. I used another fish Gewürz. What do you think? I didn't. I ate the vegetables, not the fish at the moment. Okay.
反対側から見てみましょう。私たちは右側の建物に宿泊しました。正面のドアが出入り口です。スペインの家の作りは中庭があるのが普通なのかな？ドイツや日本だと家の周りに庭があるので、中庭だとプライベートな空間でいいですね。私のチャンネルのアイコンのモグラのモグくんもお庭を楽しんでいます。トマトソースのシーフードパスタです。夫はタコを食べるのは人生で2回目です。夜は満天の星空が見えました。庭が好きすぎて室内を撮影するのを忘れてしまいました。次は2つの村の様子です。右のオレンジの点アリエタは宿泊先から車で10分です。わーお、ワクワクする景色です。海が見えてきました。火山の大地なので農作物を栽培するのはちょっと厳しそうですね。右側の畑にはブドウが栽培されていました。村に着きました。駐車場を探しています。この個性的な家は個人の住居です。今から約100年ほどの前のお話です。この村の出身だったとある男性がアルゼンチンへ移住し、小麦ビジネスで成功し、子供2人にも恵まれました。しかし、娘のフェアニータが結核を患ってしまったのです。当時、結核は不治の病でした。お医者さんはヨウ素を含む空気が彼女の体調にいいだろうと、海辺に引っ越すように彼に助言しました。そして彼は故郷のこの村を思い出して、娘のために1916年にあの家を建築したそうです。ランサローテ島の家々と異なるデザインのあの家は、当時有名だったアルゼンチン建築家の設計に基づいて建てられたそうです。フェアニータはこの町をとっても気に入りましたが、残念ながら5年後18歳で亡くなったそうです。今でも子孫たちがあの家を所有しているそうです。村を歩いてみますね。海が見えるレストランです。夫が真剣にメニューを見ています。あそこにもレストランがあります。小さな村ですが、ビーチもあるので観光客も来るみたいです。先に見えるのはバーですね。これはお土産物店です。ここは住宅かな？それともアパートメントホテルかな？私は住宅を見るのも好きです。
ここはビーチの観光客が少なくて静かにゆっくりできそうですね。桟橋があるので行ってみましょう。It's closed, huh? closed. ああ。あ、シャでね。Ja. Ja, let's go back there, ne? 戻る途中、また住宅を見てみます。バルコニーのような、ガラス窓の部屋のような、太陽の光がたくさん入っていいな。ドイツに住んでいるので太陽の光に飢えています。日中は暑すぎるのかカーテンが閉まっています。この村に観光で来る人はランサローテ島に何回も来ている人たちかもしれませんね。典型的な観光地にうんざりした人が訪れそうな雰囲気です。歩いたら暑くなったのでアイスでクールダウン。では次の村へ行きます。村に着きました。大型バスが何台も停車しているけど、小さな村なのにそんなに観光地なのかな？ Schön, ne? What is it? Re-Auktion der... What is it? Means. There is a many tourist town. 宿泊地から車で5分のアリアという村です。前方の銅像はこの村の理髪師で、地元のスポーツチームを長らく支援していたそうです。障害を持ち話すことはできなかったそうなんですが、幼少期からレスリングやサッカーで活躍していたそうです。市の税務署です。お土産物屋さんもありました。伝統的なかご細工の職人である高齢の男性に敬意を込めて作られたそうです。ここを訪れた時、マラソン大会が行われていました。だから大型バスが何台も止まっていたんですね。この服屋さん素敵じゃない？喧騒を抜けると教会がありました。お祈りをされている方の邪魔にならないように撮影をしています。ドイツの小さな町でも教会を訪れたりしているのですが、神聖な場所の雰囲気はいい気分になります。邪気を持っているつもりはありませんが、でも木が清められた感じがします。宿泊地から車で10分です。
結構な高台にあります。着きました。入場料は大人9ユーロ、7歳から12歳の子供は4ユーロ50セントです。中にはカフェがあって絶景を見ながら一息つけます。サンドイッチやパニーニなどの軽食もありますよ。うわー。うわー、シュー。もう一段上にも行けます。階段を上っていくとお土産店があり、さらにその上です。さて、3回に分けてランサローテ島の旅行をお送りしました。いかがだったでしょうか。ヨーロッパ各地から長期で人々が休暇を過ごす島。夫と結婚していなかったらここを訪れることはなかっただろうな。今回も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。